皆さんこんにちは、みやまです。本日はこちら、一人でお出かけする時のミニマルなバッグの中身をご紹介したいと思います。まずこのバッグについてなんですが、こちらはですね、ユニクロのウエストバッグになります。確か1年ぐらい前に購入したものだと思うんですけど、なんとですね、金額が1000円しなくて、さっきちょっとサイトで調べたらもうちょっと販売終了にはなってたんですけど、500円とかで売ってたので、その安さとこのシンプルな見た目に惹かれて購入しました。で、普段はウエストバッグなんですけど、ウエストにつけることはなく、こんな感じで肩から下げて使用しています。で、長さがですね、本当にここですぐ変えられて、歩いてる最中とかはなるべく体に密着してた方が安定するので、こんな感じできつめに締めて、で、何か取り出したかったらこういう風に前の方に回して物を出すみたいな感じにしてます。で、これ本当に容量もめちゃくちゃ入って気に入ってるんですけど、唯一難点なのが、ここの調整ベルトが結構すぐ緩まりやすいっていうところが、少しだけ難点かなって思ってるところですね。ただ特にいじらない分にはあんまりこうズルズル下がってくるってことはなくて、こう回した瞬間とかにこうビッて緩くなっちゃうことがあるかなっていう感じですが、そうは言っても500円とかなのでかなり満足していて、一人で出かけるってなると大体私の場合は映画に行くことが多いんですけど、映画に行く場合はこの子を連れて行くことが多いです。映画館ってやっぱ光が反射するものをなるべく身につけない方がいいなと思っているので、こういう感じのちっちゃいチャック一つ取っても反射するような銀色が残ってない方が映画館はいいかなと思うので、こんな感じで全体的にマットなブラックに仕上がってるのがすごく気に入ってます。ここのメインの中身のところを開けるのは、こういう風にチャックがですね、両側から開けるようになってるんですけど、私はですね、このチャックがここの柔らかい紐のタイプだとこう探ってる時にうまく見つけられない時があるので、このですね、よいしょ、ナイトアイズのカラビナをつけて、手探りでもすぐにここのチャックが見つけられやすいようにしています。このナイトアイズのカラビナが結構優秀でして、今ロックがかかってるので、ここをギュッと押しても開かないようになってるんですよ。で、ここを開くためには、ここについてるちっちゃいこのプラスチックのロックをよいしょパチッと外してあげると、ここがパカパカ開くようになってて、しかもこのプラスチックのロックにストッパーがついてるので、このロックが外れないようにちゃんとなっていて、めちゃくちゃ優秀な代物なので、なくすこともないし手探りもしやすいし、こっち側とこっち側の両側にカラビナの開ける部分がついてるので、例えば海外旅行とかする時とかにスリに合わないようにこういう風にカシャンと絡ませて、でここでロックしちゃえば、こういう風に開かずに簡易ロックがファスナーにかけれるようになるっていうアイテムなので、結構気に入ってます。私これ2個つけた方がバランスがいいなと思って、この両側のチャック両方につけてるんですけど、これ1個だけでもこういう風にここのファスナーの部分にですね、穴があったりとか、あとこの布の部分もこういう風に輪っかで開いていたりとかしたら、片っぽにつけとけばそこに通すだけでこういう風な簡易ロックできるようになるので、1個持ってるだけでかなり便利に使えると思います。で、ここのメインのファスナーにつけてるナイトアイズのカラビナは2番のサイズを使ってます。ちょっとちっちゃめのタイプですね。はい、これでバッグの外側の面のところを説明し終わったので、早速中身のご紹介をしていきたいと思います。そしたらまずはこの中のメインのところからご紹介していきたいと思います。こんな感じで開けるとですね、結構容量があって、いろいろこんな感じでたくさん物が入るようになってます。で、まず一番上にあったこちらの水筒からご紹介したいと思います。この水筒がですね、もうすごくいい水筒で、もう1年以上2年ぐらい愛用してるかなと思うんですけど、何がいいっていうと、この中身なんですけど、この中がですね、多分残念ながら全然カメラからだと見えないと思うんですが、この中がテフロン加工になっていて、耐熱性に優れてるし、匂い移りが全然しないんです。なのでお水を入れてもお水本来の味がしますし、コーヒーとか紅茶とかお茶系を入れても水筒自体に匂い移りもしないし、お茶自身の味も変わりにくいので、飲んだ時にめちゃくちゃ美味しいものが飲める、すご
く気に入ってる水筒になります。中が真空加工になっているみたいで保温効果もバッチリなので、私結構冷たい飲み物が苦手で、外で自販機とかでお水買うとすっごい冷たいじゃないですか。ああいうの飲むとちょっとすぐお腹痛くなっちゃうので、だいたいいつも映画に行く時とかこの中に白湯か紅茶を入れていって飲むようにしています。この水筒は本当におすすめです。もうちょっと本当愛用しすぎてて、結構傷とかが目立つぐらいなんですけど、ここのロゴもめちゃくちゃ可愛いですし、あとこのシルバーのなんか渋い色味とかも結構おしゃれだなと思って気に入ってます。で、今回このちっちゃいバッグの中にも一応入るサイズなんですよね。こういう風に結構すっぽりと入りますし、大きいバッグの中に入れててもこのシルバーの色なので光をすぐ反射してこうパッて取り出しやすいところとかもすごく気に入ってる商品です。で、続いてがこちらマルジェラのカードケースになります。このカードケースにはキャッシュカードとか、うちの近くの図書館のカードだったりとか、一応裏面にそういうのを入れてるんですけど、プライバシーの問題で今回は抜いた状態でお見せしてます。あとは昔結構森美術館によく行っていて、今はちょっとこういう状況なのであんまり行けてないんですけど、ペロ会員っていうのになっているので、そのカードとかを入れてたりとかします。で、この中身はクオカードとか図書カードとか何かの景品でもらったやつとか、そういうのを入れていますね。ただ毎回これの存在を忘れてスイカとかで支払ってしまうので、なかなか消費できずにいます。このカードケースを買ったきっかけっていうのは、そのミニマリストの方々がたくさん使ってて、かっこいい、私もバッグに入れたいっていうのがメインの動機だったので、メインの財布に入りきらないカードだったりとかを念のため入れておくっていう形ですね。で、続いてがこちらですね。私のメインのお財布になります。こんな感じのブラッククリアタイプのお財布になってますね。実はこれもインスタグラムでいろんなミニマリストさんとかがこれを使ってるのを紹介してて、めっちゃ可愛いって思って自力で探してゲットしたものになりますね。確かビームスのショップにも売ってますし、 ZOZO タウンとかでも検索すると出てきて、まだ買えるので一応概要欄に URL とかいろいろ貼っておきますね。こっちにカードとお札が入っていて、こちらには小銭が入ってる感じになりますね。で、今もう小銭がパンパンになってるんですけど、結構電子マネー派なので現金ってあんまり使うことがないので、ここからなんかお金を出したりすることは本当に少ないです。友人と出かけた時に割り勘して金額を渡すとか、どうしても現金しか使えないお店とかで使う感じになりますね。で、この中身はですね、こんな感じでこうロール式になっていて、ルミネの商品券とか、あとほんと現金、今はもう6000円とかしか入ってないですね。普段あんまり現金ほんと持ち歩かないので、こんな感じでシンプルに使っています。で、ここの真ん中にですね、カード入れが入っていて、今ここに見えてるキャッシュのクレジットカードだったりとか、保険証と免許証と、もう最悪この財布さえ持ってればなんとかなるっていうようなものを詰め込んでる形になります。この子の唯一の欠点が、もともとそういう用途じゃないっていうのがあるんですけど、ここのカードが3枚ぐらいを入れるのがちょっと限界っていうところですね。これ以上のカードを入れたいんだったら、別に財布なりカード入れなりを持つ必要があるのがちょっと難点なのかもしれないですね。ただ私は現金のこの財布っていうのは重要だけど、あんまり取り出すものを入れたくないっていう意図があるので、特に困ってはないかなっていう感じです。で、続いてがですね、またまたカードケースなんですが、こちらです。ザ・リッチのカードホルダーになります。さっきも言ったようにほとんど現金は使わないので、このリッチのカードホルダーからクレジットカードを出して生産することが結構多いです。で、メインのクレジットカードとか、あとはよく使うポイントカードとかをこの中にしまっていて、シュッとすぐスライドして出せるようになっています。で、この子本当にすごく気に入っていて、もう酷使しまくってるので、ちょっとこの辺にひびとか入ってたりとか、ちょっと汚れが目立つんですが、もうめちゃくちゃ便利なんですよ。ちょっと実演するために中身のカードとかを入れ替えて実演しようと思います。ほい。ちょっと中身をですね、取り出す実演をするために少しカードを入れ替えたんですが、これ結構簡単にカードを取り出せるようになっていて、ここにへこみがあると思うんですけど、ここに親指をスッと添えるとカードがですね、すぐ取り出せるようになっているんですよ。何枚か入れてる時とかはこうやって取り出した後に、ここの下の方を押すとですね、わかるかな、
少し隙間がここに開くんですね。なのでこの隙間にちょっと指を突っ込んでグッと中の方のカードを引き出す、ここの親指でグッと引き出すと糸も簡単に抜くことができるので大変気に入ってる商品になります。あんまり普段現金使わないよとか完全クレジットカード派だよっていう方は結構このリッチは使い勝手がいいんじゃないかなと思います。で実はですね、この裏面の方にこういうマネーバンドがついていて、ここはこういう風にゴムになっていて、ここに現金のお札を挟んだりとか、あともらったレシートとかをここに挟んでおくこともできるので結構便利です。このリッチのカードケースさえあれば、さっき紹介したこの辺の予備のカードケースとかこのメインのお財布とか全然いらないかなっていう感じなんですけど、たった1個に全部入れてて、それを落とした時ってすごいショックが大きいなって思ったので一応分けてて、でそれぞれはすごくちっちゃいし薄いのでこんな感じで3つ入れててもそんなにカバンの中で大暴れすることもないかなっていう感じで、私はこういう風に財布とカードケースを3つ使いでやっています。で続いてがハンカチですね。今はハンドウォッシュとかも感染予防で使えない場所が多いですし、私自身ももともと潔癖の毛があってハンドウォッシュとかあんまり使いたくないタイプだったので、こういう風に水分を拭き取るためのタオルは必ず入れています。これ結構お気に入りのスター・ウォーズのタオルなんですけど、これはですね、確か新宿駅だったか何かの特設フロアの催し物のところで売ってたやつを大量買いした記憶がありますね。で最後ですね、このメインのところ最後に入ってるのがこちらのエコバッグになります。このエコバッグも結構気に入っていて、すごくコンパクトにまとまってはいるんですが、これ実はですね、広げると結構大容量の物が入る感じになっていて、こんな感じで結構容量が入る大きさになってます。多分スーパーの L 袋ぐらいの大きさはあるのかなと思ってて、何か大きいものを衝動買いした時、洋服 2,3 枚とかあと靴とかを衝動買いした時でもこの子に一応入るようになってます。でこれ畳むのもすごく簡単で、今こういう風に取っ手を出して広げてってやったんですけど、じゃあいざしまおうってなった時はですね、ここの両端のですねグレーの部分をピッと引っ張ってあげるとこんな感じで綺麗にですね一直線になって、あとはこういう風に畳んであげればプチンと、はい、こんな感じですぐにしまうこともできるので大変気に入っています。エコバッグ探すともっともっとちっちゃくて薄いやつもあるんですけど、お出かけした帰りとかにスーパーによってやっぱいろいろ食料品とか買うことがあるので、その時にあんまりちょっとエコバッグが小さすぎると入らなくて結局袋もらわなきゃいけないっていうことになるのが嫌だったので、大は小を兼ねるということで使い回しもやりやすいこのエコバッグをいつもこのミニマルなバッグの中にも入れるようにしています。はい、これでここのメインの中身がすっからかんになりました。これ一応メインの中にもこういう風にちっちゃい仕切りがついていて、さっきの財布とか迷子になるのが嫌だったらこの中に入れることもできる感じですね。私めんどくさいんであんまり入れてないんですけど、こいつがですねこの中の仕切りが深いので、さっきのこのカードケースとか入れると結構迷子になっちゃうんですよね。上から飛び出して見えないので、なので私はここはあえて使わずにもうここに直にポスッと入れるようにしちゃってます。この子がですねこんなにちっちゃくて500円ぐらいしかしないのに、まだあと2つですねポケットがついてて、その1つ目がここの真上ですね、この上のところについてるこのファスナーの部分になります。ここがこういう風に背負ってる時に一番簡単に開けるところなので、ここは一番取り出す頻度高いものを入れてるんですが、それがですねこちらです。消毒液ですね。でこの消毒液のケースは確か100均とかで買ったもので、この子もですねもともとこういう状況になる前からちょっと潔癖の毛があったので、ご飯の前とか必ずアルコール消毒したいっていうタイプだったので、もう3年ぐらい使ってるものかもしれないですね。こんな感じでですね、だいたい3プッシュ4プッシュぐらいしたら行き渡るぐらいの量が出るもので、このスプレーで一番気に入ってるのがですね、よいしょ、ここの
ボトルの穴の大きさなんですよね。この穴の大きさがこの手の詰め替え系のものでは結構大きい方で、家で使ってるメインのプッシュするタイプの消毒液があるんですけど、そこの消毒液の先っぽがですね、ちょうどここにスポッと収まる大きさなので、あとはそのメインの家の消毒のやつにスポッとはめて、こうシュッシュッシュッって入れたらこの中身が埋まる感じなので、大きいボトルからこうそーっと入れて、あ、こぼれちゃったみたいなことがない、無駄なく詰め替えができるっていう点でも気に入ってるスプレーボトルになります。はい。でもう一つ、この上のファスナーに入れてるものがですね、こちらなんですが、タッチ用のペンになりますね。これがですね、結構使える子なんですよ。映画館に行く時とかにチケットを発券する時とかって指でタッチして発券しなきゃいけないことが非常に多いんですけど、やっぱりこのご時世あんまり自分の手でいろんな人が触ったものをタッチしたくないじゃないですか。その時に重宝するのがこのタッチペンになります。これは Amazon で購入したんですが、後ろの先っぽのところが指の代わりのタッチとして使えて、これをですね、いつも発見する時とかに画面にこうポチポチポチっと押して使うようにしています。こっちは出かけてる最中はあんまり使うことはないんですが、Apple Pencil みたいなペンの先っぽを使って物を書くようなことが必要な時とかに一応使える細いものもこうやってこっち側にくっついています。でも大体外で使うのはこっちのお尻の方を使うことが多いですね。で、最後はこちらの裏側ですね。体側にこういう風にくっついてる面の部分ですね。ここにはですね、あんまり取り出さないものを入れていて、まず1個がこちらリップクリームですね。リップクリームは基本的に匂いのしない色のつかない化粧品が好きなので、このブリテックスっていうところの無香料無着色のリップクリームをいつも持ち歩いてます。特にその一人で映画だけパッて見に行く時とかは化粧直しとかももう全くする必要がないですし、このご時世だとマスクしてるのであんまりリップグロスとかもつけないので、基本このリップさえあればお出かけの時は大丈夫っていう感じですね。使い心地が良くて柔らかすぎず硬すぎずスッと塗れて匂いもしないので本当に気に入ってます。ただあんまり Amazon とかに在庫がなくて毎回見つけるのにすごく苦労するので、そこだけがちょっと難点というか大変だなって思う商品の一つです。あとは恥ずかしい食べかけのガム、リカルデントですね。ガムはこのリカルデントのグレープ味がすごく好きで、実は自宅用にはこういう大きいボトルとかを買ってたりします。これがこのバッグ最後の中身なんですが、家の鍵とかを入れたグッチのキーホルダーになりますね。で、こっち側にはこういう風にセーラームーンのピルケースをつけています。で、まずピルケースの方なんですけど、このピルケースの中身はですね、よいしょ、こんな感じになっていて、パカッとすぐ外れるようになってるんですが、実は耳栓が入っています。昔ちょっとロック系のライブに行った時に騒音性難聴になってしまったことがあって、結構耳はいたわっているので、あ、これちょっと私の許容範囲を超えた音量だっていう時とかはこの耳栓をつけるようにしてます。この耳栓がですね、こんな感じになっていて、音楽系のサイトで買える耳栓なんですけど、プロのドラマーさんとかも使うようなものになっていて、差し込みの深さによって音の聞こえ具合が変えれるようになってます。なのでもし映画とかでうわうるさいどうしよう耳がってなった時とか、軽く耳にスポット入れとくと心地よく映画が見れるようになったりとかしますね。ここ最近思い出せる限りだとハードコアっていうちょっと革新的な見せ方をした映画があるんですけど、それのですね爆音上映の時に本当に耐えきれずにしたぐらいで、映画館ですることっていうのはあんまりないですね。基本的にはそのロック系のライブとかに行った時とか、コンサートですごくスピーカーの近くだった時とかにスッと着用するようにしています。で、こっちのメインのキーホルダーはですね、グッチのもので、これは社会人にちょうどなったぐらいの頃で初任給が入ってテンションが上がって新宿の伊勢丹で衝動買いした記憶が確かあったかなと思います。この赤色がですねすごく綺麗で、中身がですねこんな感じになっていて、ここにですね一応鍵がくっつけられるようにキーホルダーの根元の部分がここに入ってる感じになりますね。で、この金色のここの部分はグッチのこのキーホルダーの一部なので、本当はこれこういう風に中にスッと全部
入れることができるようになってて、スタイリッシュな見た目になるようになってます。で、普段は家の鍵をですね、こっち側にくっつけていて、これは自転車の鍵だったかな。もう自転車も当分乗ってないのでちょっとあれなんですけど、今ちょっと家の鍵は防犯のために外してしまったんですが、このですね、家の鍵をくっつけたりするここのカラビナは引き続きナイトアイズの確か0番かなんかを使っていたかなと思います。実はこれもですね、ここの真ん中のところにロックの機構がついていて、こいつをこういう風にカシャッと閉めると、ここのそれぞれのカラビナの入り口の部分が開かなくなるような仕様になってます。はい、ということでこれが私のミニマルなバッグの中身のご紹介でした。で、実はこのバッグ結構今もうさっき紹介したものでパンパンになってるので、こちらのですね iPhone と AirPods Pro はポッケの中に入れるようにしています。で、これは iPhone 11 Pro ですね。ポッケの中にスッて入れられるように、ここにリングをつけていなくて、私はこういう風にリングホルダーをですね、ここからピッと伸ばしていて、普段 iPhone をいじるときはこういう感じで中指とかに通してポチポチ使うようにしています。で、AirPods Pro はですね、汚れと落下防止のこのシリコンのケースがちょっとホコリが 4K の動画だと目立ちそうなんですけど、シリコンのケースで一応こういう風に包んでいて、すぐパッと取り出せるようにしていますね。このシリコンケースがですね、これもポッケに入れるんですけど、洋服のポッケが深いことが多くて、この子もですねパッと見つけられるようにナイトアイズのカラビナをこのケースにくっつけるようにしています。このナイトアイズのカラビナは3番のものを使用してますね。最初2番とかをつけてたんですけど、なんかこの AirPods Pro にはこっちの大きいやつをつけた方がバランス的に可愛いかなと思ったので、こっちの3番のものをつけてます。もうカラビナは基本的にはナイトアイズでのこの黒で揃えてる感じになりますね。はい、以上私が一人でお出かけする時に使うミニマルなバッグの中身のご紹介でした。今後もですね、自分の好きなものだったりとか身の回りのお気に入りのものとかをご紹介していきたいなと思ってるので、もしよかったらチャンネル登録などぜひよろしくお願いいたします。それではここまでご視聴いただきありがとうございました。みやまでした。バイバイ。